おいしょおいしょ。さて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 、じゃじゃーん。はい、 X ハーフです。Twitter とか Instagram ではこれをちょっと1週間ほど使ってみますというふうに話していたんですが、実際に1週間借りてみて今日がお別れの日なんですよね。なので、ちょっと最後にこれについて使った感想とかいろいろお話できればと思います。X ハーフ気になっている方多いと思います。富士フイルムから、本当に最近直近で、発売されるこちらのカメラになっています。でこの製品がなぜ注目を最初集めたかと言いますと、そのコンセプトなのかなというふうに思います。ハーフという名前が示す通りで、ハーフカメラがコンセプトというかね、モチーフになっています。ハーフカメラ皆さんご存知でしょうか。もちろんカメラ好きの方はね知ってると思うんですけど、フィルムカメラ全盛期の当時にフィルムって当然1枚撮るごとにお金がかかると言ってもいいような、仕組みなわけですよね。例えば分かりやすく10枚撮れるフィルムがあったとして、でもこれを一つのフィルムを半分に分けることで、20枚分撮れるようにする。カメラもシャッターを切るたびにフィルムが1枚分ずれるっていうのを 0.5 枚分ずれるようにして、1本分のフィルムで2倍の数の写真を撮れるようにしたというのが、ハーフカメラです。なので写真は縦長なんですよね。でかつ2つの写真が1つのフィルムに収まってるので、その時間軸みたいなものが生まれるっていうので、当時はもちろんどうにかカメラをね効率よく回そうと、撮ろうというふうに作られた技術ではあるんだけれど、今ちょっと見ると何か普通の写真では出せないようなノスタルジーだとか面白さ、体験があるわけですよね。でちょっと話が長くなりました。そんなハーフカメラをモチーフにしたのがこの X ハーフで、フィルムカメラを徹底的にデジタルで再現しようという風な試みになっていて、画像も JPEG でしか撮れません。ちょっと前段が長くなってしまいますが、ちょっとハードウェアの方を見てみましょう。こちらが X ハーフになります。可愛いですね。3色あるんですが、僕のものはブラックになってます。基本富士フイルムってブラックとシルバーの2色展開なんですが、 X ハーフに関してはメタリックシルバーだっけな、なんかそういう中間色みたいな色が1個あって、これがまたフィルムカメラを結構モチーフにしているとのことなんですね。その色もちょっと気になってはいます。ちなみに多分皆さん気にされると思うサイズ感なんですけど、iPhone と比べるとこんな感じ。どうでしょう。幅が同じぐらいで厚みは全然違うかなというところですかね。で僕がずっと持っているこの GR ですね、リコーの GR3X とは結構サイズ感が近いです。なので変な話、ポケットカメラをこのまま置き換えれるくらいのサイズ感にはなってるんですが、ちょっとねレンズ部分の厚みがどうしてもあるので、ここは多少出っ張っちゃうかなというくらいですかね。本当にポケットに常に忍ばせて持ち運べそうなサイズ感です。ここら辺は金属感のあるボディで、こっちは革を模してるボディになってます。ちなみにレンズは一体型になってます。この絞りの値をコントロールできるかなというくらいです。ちなみにこのキャップは付属してます。なんかシリコン製のものですね。ストラップも一応付属してました。一番の特徴はやっぱりこの縦型の画面だと思います。ここに電源のこのダイヤルがあるので、ここでオンにすると映るわけですが、ここにハーフカメラをモチーフにした縦型のモニター、そしてフィルムシミュレーションのこのフィルムをいろいろと変えられるようなモニターになっています。こんな感じでここをスワイプすることによっていろんなフィルムシミュレーションを即座に変えることができるんですね。十字キーみたいな一般的なカメラにあるキーはここにないので、基本的にはタッチパネル操作が多いです。といっても展開するメニューは設定くらいなんですよね。でここで大元のメニューをこうねいじって戻すと、単なるフィルム表示場所だけではなくてしっかりとコントロールとして生きてくるのがいいですね。本当に操作部はかなり限られていて、ここで露出補正のダイヤルがあるとかレバーがあるんですね。これは後ほど説明しますが、そのくらいですかね。あとファインダーがついてますという感じ。分かりづらいですが縦長のファインダーなので、本当にこのモニターの見え方に近い感じになっていますね。でここで見返せますと、昔のフィルムによくあったようなこの日付の表示が出てきます。これはオンオフ可能です。
が、もしこうシェアする前提なのであれば、ここに日付入れるとクロップがしづらくなるんですよ。ここが変な形で残るとちょっと使いづらいので、これは皆さんの用途に合わせた方がいいかなと思いました。上から出すとこんな感じでフィルムカメラモードを選ぶことができます。で、多分このフィルムカメラモードが皆さん気になっているところですよね。これをオンにすると撮影枚数を選んで、日付入りにするかどうかなどを選んだら、はい、こんな感じでモニターが完全にですね、この操作用のこうなんていうのディスプレイになるというか、映ったものを表示しなくなるんですよね。なので完全にこのファインダーを見ながら画角を決めるようになります。フィルムシミュレーションも完全に固定されます。で、こんな感じで普通に撮影はできるんですが、1枚撮ったらここのレバーをガッチャンと引いて撮る準備ができるんですね。これでカチャッと、はい、そんな感じです。これがちゃんと36枚今設定した枚数取り切れるまでこのモードは続きます。で、アプリに移すとようやく撮った写真を確認できるようになると。今これプレイとかをしても何も動作しないんですよ。で、フィルムカメラらしい体験といえばやっぱりフィルムシミュレーションでしょうね。僕はですね、基本的に前富士フィルムをメインで使ってた時に好きだったクラシッククロームをメインで、使ってました。これだ。そんなに印象を変えることなく、でもこう淡く色が乗っかってくる感じですね。あとはクラシックネガとかも結構好きですね。この2つを僕は結構対応していたという感じですね。通常の操作とはまた別で常にこうフィルムシミュレーションをいじれるようになってるっていうのは、メーカー側としてもここをいろいろと切り替えながら遊ぶっていうことをね、かなり前提に置いて作られているんではないかなと思います。撮影した写真はアプリを通してスマホに転送します。で、このアプリがいいんですよ。 X ハーフというアプリが、これが新しいアプリになっています。これによって通常通り画像を取得したりとか、あとはフィルム画像、先ほどのフィルムカメラモードを使って撮った写真を現像できるということですね。じゃあ今撮り切ったフィルムがあるので、これをフィルム取得。おお面白い。本当になんかこう色をのせてっているような感じ、現像処理って感じの処理をしてますね。富士フィルムの富士フィルム X みたいな他のカメラ用の転送アプリは正直動きがこうもっさりしてるというか、あんまりこう洗練された感じではなかったので好きではないかったんですが、 X ハーフのアプリに関してはかなりこだわられているなと。このアプリの体験も含めて X ハーフの使い心地というか世界観に没入して楽しめました。でもちょっと現像時間かかりますね。で、あとちょっとね、どうしてもこのフィルムカメラモードは36枚撮りからなんですよ。それ以上しか選べなくて、旅行とかであればね、全然この枚数でもいいんですが、普通にこう日常で使うカメラにしようとすると36枚はね、ちょっと多い。もうちょい少ない枚数から始められると嬉しいなというふうに思います。なんかシンプルに1週間くらいこのカメラで撮った写真を見られないみたいな状況になるので、逆に言うとフィルムカメラモードはそういう旅行みたいなバシバシ撮影するような日に使うモードで、日常的にはこのモニターを通常通り使って撮るっていうのが良いのかなというふうに思いました。はい、これで保存されました。はい、撮った写真が入ってますね。いやー、よかったよかった。アプリ自体の作り込みはすごいですね。これは先ほど話したハーフカメラを模した 2-in-1 機能です。左の画像と右の画像を別々で選べますと。はい、これで処理中。別の2枚が1枚の画像として生成されて、ハーフカメラっぽい体験をデジタルで再現しているというものになります。実際にいろいろ撮ってみた、実例作例が、こちらになります。通常の写真をデジタルでなんかフィルム調に加工するのとはまた違う楽しさなんですよね。その瞬間を淡く演出する雰囲気、富士フィルムのカメラを前に使ってた時の楽しさを思い出しました。いい写真が多いですよね。なんかこう温かみと湿度のある感じ、生活感、なんか人肌感が写真に含まれているような感じがして、これはなんかこうキレッキレの写真とは全然別の楽しさというか豊かさがあるんじゃないかなと思います。いや、これなんか撮った写真見返すと改めてよく感じるな。
で僕がですねこの X ハーフ最初に気になったのはやっぱりこの GR を置き換える存在になるのかっていう話なんですよ。正直もう最初から分かってたんですけど、これは全く別のカメラですよね。 GR はどちらかというとできるだけコンパクトに綺麗な写真を撮るためのカメラ、要は利便のための性能重視のカメラなわけですよ。なんかスマホよりもいい画質で撮りたいなとかキレのある絵で撮りたいなっていう時にある種の仕事道具に近いですよね。で SNS に載っけるみたいな前提も割と僕の中ではあったので、そういうカメラなのに対して、これは正直そんなになんかこうインスタにパッパ載せるようなことに向いているカメラではないです。いろんな制限をわざわざ自分に課して今までにない体験を生むというようなカメラなので、全く別物ですね。で撮れる絵もやっぱ全然違うっていう中で、でもこっちの方がねなんか楽しさはありましたね。だからこそなんかこうその場でこの光景いい絵になるかもみたいなのをちょっと期待して撮って、で実際に見てみて、なんか思ってたのと違うとか、めちゃくちゃ想像以上に雰囲気出てていいじゃんとか、そういう偶然を楽しむようなカメラなのかなというふうに使ってみて改めて思いました。ファインダーとレンズの位置がずれてるんですよ。なのでフィルムカメラモードにした時にこのファインダーで覗いた絵そっくりそのままは撮れないんですよね。ちょっとなんか右側にずれちゃうみたいなズレが生じるんですよ。真ん中に撮ったつもりがもうなんかそこも含めて愛おしいですよねみたいな感覚があります。残念だった点というかおおって思ったのは2点くらいですかね。1点は先ほど話したようにフィルムカメラモードがどうしても36枚からなので日常的には使いにくいなというモードではあります。そしてもう一つはシャッターを切る時のなんていうのクリック音っていうのかな、シャッター音っていうのかなが、思ったよりはちょっと安っぽさはあるなという感覚です。マイク近づけて撮ってみるとなんか押した感覚も別にめっちゃいいってわけではない。仕方ない範囲かな。で僕はこのタイミングでこのハーフカメラっぽいデジタルカメラが登場したっていうことにものすごく意味があると思っています。今のねインスタとか TikTok で縦写真がもうデフォルトみたいになってきてますよね。インスタの通常投稿も基本的には縦サイズがデフォルトになりましたし、ハーフカメラのこの日常を縦型で切り取るっていうのが思わぬ形で復活してきているんだろうなと思っています。それをまさにハードウェアとして体験できるっていうのはこのカメラのものすごく面白い取り組みだなというふうに思っています。でもう一つは先ほども話したアプリの完成度ですよね。多分このアプリがなければこの X ハーフは完成してないんですよ。とんでもなくすごいアプリかって言われると、別にそういうわけではないんですが、ただ X ハーフに特化してここまでアプリを作り込むっていうのは多分もう少し前の時代だと実現しきれなかったんじゃないかなと、なんか通しにくかったんじゃないかなと勝手に推測しています。このタイミングだからこそこのハーフカメラが蘇った価値があるんじゃないかなと、もう非常に面白い、なんか別れるのが名残惜しいようなカメラになっています。いやぜひぜひ手に入れた皆さんはこれから楽しい X ハーフ生活が待っていると思いますので、いろんな写真を撮ってみてください。ちなみに一応試すか。動画って撮れんのこれ。これ赤枠がつきますね。手ぶれはいやガッタガタだこれをなんか情緒的でいいねと撮るかは人によるだろうな。はい。でも動画も撮れるのでぜひもしよろしければ皆さん撮ってみてください。ぜひ手に取った皆さんはいろいろ感想を教えていただければと思います。僕自身カメラ正直性能主義では全然ないというか、撮影体験のバリエーションが広がるといいなと思っているので、こういったチャレンジングなカメラをどんどんと増えていくといいなというふうに一個人としては思っています。ということでこのチャンネルでは他にもガジェットやライフスタイルに関する様々な動画を載せています。もしよろしければ他の動画もご覧ください。今日はこの辺で以上なごみけでした。ではじゃあ返しましょう。